こんにちは。ココイストアートディレクターの香川秀代です。今日はノンワイプカラーを使ったおしゃれなツイードネイルをご紹介いたします。工程は少なめでとっても簡単なので、ぜひ最後までご覧ください。では始めていきます。こちらベースジェルを塗布したと仮定して、こちらのカラージェルを塗るところから始めていきます。まずマーカーズラインノンワイプカラージェル、こちらのブロンズのカラーですね。こちらとマーカーズラインノンワイプカラージェル、こちらもノンワイプのカラージェルです。ホワイト、こちらとあとはこちらのココイストマーメイドダスト、こちらのラメを混ぜていきます。まずパレットにこちらのまずラメとホワイトのカラーですね、一緒にのせます。今同量ぐらいのせています。そしてここにマーメイドダストをこれも同量ぐらい混ぜました。で混ぜながら粘土とか見ながらちょっと調節していくんですけど、こんな感じで混ぜていきます。今3つとも同じぐらいの量をのせました。そうするとちょっともたっとしたジェルができます。でこれを全体にのせていきます。では今作ったカラーをこちらにのせていきます。私はティンラウンドブラシ使ってます。全体に塗れるブラシなら何でも大丈夫です。こちらにこんな感じで取ったら全体にのせていきます。ちょっとラメを混ぜてますので、こんな感じで砂のような質感になります。でこれを全体にのせていきます。でこのラメの量が多いとモサモサしてちょっとブラシでは塗れないので、今混ぜたぐらい同量ぐらいがいいかなと思います。でこんな感じでのせたら一度硬化します。硬化できました。そうしましたらもう一度トントンとのせていきます。でちょっと表面がボコボコする感じに、さっきは全体に塗ったんですけど、今度はトントンとのせるような感じにして、ちょっとポコポコした感じに仕上がるようにします。でここにさっき混ぜる前のこのラメもところどころトントンとこんな感じでちょっと色をつけるような感じで入れていきます。そして表面をちょっとポコポコさせたいので、先ほど混ぜたこちらのラメもちょっとブラシにつけてトントンとつけるような感じにします。こうするとちょっとキラッとしたところとこのラメのザラッとした感じが混ざってくるので、こんな感じであまり全体を混ぜるというよりはところどころこのちょっとゴールドっぽいのがあるところとザラッと感があるところと作ってあげるといいと思います。こんな感じで一度硬化します。はい、硬化できました。こんな感じでちょっと表面がザラザラした感じです。でノンワイプの拭き取りがいらないカラージェルを使いましたので、このまま仕上がったような状態で、この上にトップジェルなど必要がない状態です。でこのままこの上にカラージェルをのせていきます。
次に使うのが先ほど使ったマーカーズラインノーワイプカラージェルのホワイトと、次に同じブラック、こちらものせていきます。ブラシはロングスキニーライナー、こちらのちょっと長めのライナーブラシを使っていきます。ではブラシにしっかりとカラージェルを入れ込んでいきます。こんな感じで入れ込んだら、縦に描いていきます。全体に描くんではなくて、ちょっとチェックみたいにしたいので、まずここ、もう表面がボコボコした状態なので、線を引くだけで結構表情が出るので、あまりきっちり引こうとしないで、大体で大丈夫です。こんな感じに引いたら、ちょっと隙間を空けて、こんな感じで描いていきます。ちょっとさーっと引くだけで凹凸があるので、乗るとこと乗らないところが出てくると思うんですが、こんな感じで大丈夫です。そしたら同じように今度横に引いていきます。こんな感じで、これもきっちり引かなくて大丈夫なので、こんな感じでちょっと大きめのチェックな感じにしたいので、こんな感じでのせていきます。で、だいたい白で描けたら、次は黒で同じように描いていきます。で、これで一回硬化します。はい、硬化できました。この時にですね、仮硬化とかではなくて、しっかりと完全硬化してから次の黒をのせるようにしてください。で、同じようにですね、ちょっとブラシに黒を入れ込んで、今度白を描いたところに同じように黒を描いていきます。黒も白を描いたとこと同じところに描いていきます。で、これもあまりきっちり描かないでいいので、ちょっとランダムな感じにのせていきます。白ものせているので、先ほどの白よりもよりボコボコした状態の上に描いていくので、ちょっと乗らないところと乗るところとあると思うんですけど、こんな感じで全然乗らないところがあってもいいので描いていきます。このポコポコ感があるので、きっちり引いてもこんな感じでちょっと雰囲気が出てくるので、こんな感じで全体に白と同じようにのせたら、一度これでまた完全に硬化します。これで一度硬化します。はい、硬化できました。そしたらもう一度ホワイトやっていきます。同じようにちょっとブラシに入れ込んで、今黒描いたので、またそこにちょっと足していきます。そうすると最初に白をのせた時よりもちょっと黒ものってポコポコした状態なので、こんな感じでちょっと表情が出てくると思います。で、なんとなくまっすぐ引いてるだけなんですけど、それだけでいい感じになってくるので、何箇所かこうのせたら、これで一度硬化します。
硬化できました。そうしましたらもう一度同じ工程になりますが、ちょっと黒をのせて、ところどころで大丈夫です。こんな感じで。で、好みなんですけど、ホワイト多い方が好きとか黒い方多い方が好きとかで、ちょっとバランスを見ていただいて仕上げていただいたらいいかなと思います。で、いっぺんにたくさんモコッとさせてしまうとどうしても硬化しなくなってしまうので、もっとポコポコしたいっていうところがあったらもう一度硬化して白をのせるような感じにしてください。でこちらでまた完全に硬化します。はい、できました。こんな感じでもいいんですが、もしポコポコつけたいところがあったら最後に好きな色でちょっと取って足してあげるといいです。最後これでバランスをとって仕上げていきます。こんな感じで硬化します。はい、硬化できました。そしたらこのままで仕上げでもいいんですが、ちょっとこのチェック以外に少しこんな感じで折り生地みたいな感じではみ出したものを作っておくとより生地感が出るので、ちょっと最後にこんな感じで描いてあげるのもいいと思います。でこちらで硬化します。はい、硬化できました。今回は3つのノンワイプのカラーで作ったので、この上にタップいらない状態でもう仕上がってますが、もしこのポコポコしたところがちょっと心配っていう方は、この凹凸が消えない程度に薄くマットトップコートを塗っていただけるといいかなと思います。で今回はちょっと白と黒を2回ずつ重ねたんですが、こんな感じでもっとよりたくさん重ねるとネットのような質感になって、こちらもとても可愛いです。あとベースは同じカラー使ってるんですが、こちらの方がちょっとゴールドが多いのでキラッとした感じでより黄土色っぽい感じになってます。こんな感じで同じジェルなんですけども、配合の量とかあとは組み合わせとかで変わってくるので、是非皆さんいろいろ作ってみてください。これからもいろいろ作り方をご紹介していきますので、是非チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またリクエストなどありましたら是非コメント欄にお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。